連休住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。今回のお話はですね、いろいろな方から、連休寺の座敷わらしちゃんって今どうしてますかとかいろんなご質問いただくんですね。今回はその連休寺の座敷わらしちゃんに少し、関係のあるお話をさせていただこうというふうに思います。もう座敷わらしという配信を見ていただいたら、この座敷わらしちゃんの話が出てくるんですけれども、この女の子はとあるマンションに出る女の子の例だったんですね。で、私がついておいでって言ってお経をあげた結果、連休寺の方に今一緒にいると。このマンション実はですね、私再度呼ばれて行ってるんです。どういうことかと言いますと、ある不動産屋さんから電話がありましてね、もしもし電話出ますと、この不動産屋さんが、すいません、三木住職前にもお願いしましたけど、例のマンションにまた行っていただけませんか？こんな電話が入ったんですね。あ、わかりました。マンションですね。何かあったんですか？そう聞きますと、いや、実はですね、マンションで、男性のサラリーマンのような背広を着た男性の霊が出るそうなんですよ。ですから、またちょっと行っていただけますか？そう言われたんですね。あ、わかりました、わかりました。じゃあ行きますということで、私車でそのマンションに行きまして、このマンションがまさに、以前の配信でお話しした座敷わらしちゃんがもともといたマンションなんです。そこへ行きますと、このマンションの管理人の方とか不動産屋さんの方が来られてまして、いや、実はですね、何階の何号室ってことはないんですけれども、よくエレベーターに男性が乗ってて、サラリーマン風の男性が乗ってて、ずーっと降りてこないって言うんですよ。何階ですかって聞くと、〇〇階をお願いします。仮に7階だとしたら、7階ですか。で、私はじゃあ3階なんで、降りますね。で、しばらく用事をしてパーッと行くと、その男性がまだエレベーターの中で上行ったり下に行ったりしてる様子を見るとか、あるいは家の部屋の中に入ってきたとか、いろんなことが実はこの男性の霊の目撃がこのマンション内である、そういうふうにおっしゃるんです。そしてそうですか、じゃあどこでお経をあげさせていただいたらいいですかねってお聞きしますと、ちょっと管理人室があるので管理人室でお経をあげてください、そう言われたんです。そしてわかりましたということで、私そこでずっとお経をあげさせていただきましてね。で、このマンションにこの男性の霊がもしおられるなら、今来てですね、ちょっとなんかお話ししたいことがあれば、私に話しかけてくださいね。ずっとそう思いながらお経をあげさせていただいて、しばらくしてお経をあげてますと、なんとか人の気配をスーッと感じるんですね。で、もしかすると来られたのかなと思いながらずっとお経をあげてた。お経をあげてると、ふと女の子の小さい声がするんです。何を喋ってるかはわからないんですけど、何かを喋ってるんですね。何か喋ってるな。あれ、この声聞き覚えがあるな。そうかそうか、うちにいる座敷わらしちゃんの声に似てるなと思いながらずっとお経をあげさせていただいた。そしてあげ終わってからですね、実は私その時管理人さんにはお話しなかったんですけれども、そうか、この男性の正体分かったぞというふうに思ってたんです。この男性の正体何かと言いますと、実はうちにいる座敷わらしちゃんのお父さんの霊だな、そういうふうに私は思ってたんです。この座敷わらしちゃんは実はですね、フルネームも全て私、知っておりまして、亡くなり方も全部私知ってるんです。実はこのマンションが建つ前にあった、ある事故がありまして、そこでこの女の子亡くなってるんですけれども、その事故の時に実はお父さんもお亡くなりになってるんです。お父さんとこの座敷わらしちゃん、この女の子はですね、親子関係がありまして、ある事故でお二人とも同じ日に亡くなってるんですけれども、この娘さんだけを私がですね、お寺に連れて帰って、このお父さんにその報告をできてなかったなと思って、もしかすると座敷わらしちゃん、自分の娘を探しながらですね、各界に行ってられたのか、それなら申し訳ないなと実は思いながら後半お経を読んでたんです。そしてお父さん、もしよければ連休寺の方に足を運んでいただいたら娘さんおられますんで、もしよかったらいつでも来てください。もしならもう連休寺に住んでいただいてもいいですよという気持ちで、お経を終えさせていただいたんですね。そしてそれから帰りますとですね、実はそのマンションでその男性の霊が
いなくなったというふうに、この管理人さんおっしゃるんですね。で、よかったです。じゃあ、ということは、連休時に来てくださってるのかなと思ってたんですが、それから数日後、またお電話いただきましてね。いや、やっぱり三木住職、戻ってこられたのか何なのか分かりませんけど、最近、やっぱり、この男性が現れるんですよ。そうおっしゃるんですね。そうですか。じゃあ、もう一度お経を読みに行きましょうということで、私2度ほど実はお経を読みに行かせていただいてるんです。そしてお経をあげて帰りますと、しばらくすると、またこの管理人さんからお電話いただいて、また出たのかなと思ってお電話を取ると、全く違うお話だったんです。どういうことかと言いますと、この管理人さんある日寝てますとね、このおそらくいわゆるマンションの中でいろいろと出ているこの男性の霊が夢の中に出てこられたそうなんです。そしてその男性が大きな箱を持ってられたそうなんですね。で、それをなんか第三者的に見てるそうなんです、夢の中で。そうしますと小さな女の子が走ってきてパパーっていうふうに来るそうなんです。そしてはいはいこれじゃあプレゼントねって言って、この背広を着た男性がどうやらその娘さんに何かプレゼントを渡してる。そうするとその女の子が喜んでその袋の中を覗き込んで、うわーこれ欲しかったって言って、夢の中でこのプレゼントを女の子がもらったそうなんです。で、そのプレゼントが何だったのかもはっきり覚えてるっておっしゃるんですね。それが何かと言いますと、シルバニアファミリーという小さな動物のお人形さんなんです。これがたくさん入ったものをプレゼントしてわーいわーいと喜んでる。そうするとその姿を見たお父さんは、よかったよかった、これ渡せてよかった、元気にやってるかみたいな会話をされてるそうなんです。そうするともう毎日楽しく遊んでるよなんて話をしてる。夢の中でこれ管理人さん見ながら、あれこの二人なんか離れて暮らしてるのかなと感じたそうなんですけれども、ずっと夢を見てますとお父さんが、よかったよかった、じゃあお父さんちょっと先に行ってるからねって言うと、分かった、私もそのうち行くからね、そう言って夢から覚めたそうなんです。いやー、これがこの男性の霊と関係してるかどうかは分かんないんですけれども、そんな夢を見たんですよ。そんなお電話いただいたんですね。で、そうでしたか。じゃあもしかするとお二人の中で何か納得する形で終われたのかなと、その日思ってたんです。そしてまだ今からも10年以上、これ実は前の話なんですけれども、もしかするとこの配信ご覧いただいてるかもしれないので、もし見ておられたらご連絡いただきたいんですけれども、ある日、今からもう10年以上前だったと思うんですが、ある男性の方が東京からお参りに来られたんです。本堂もまだ昔の古いままでしたけれども、来られましてですね、この男性がとあることでご祈祷を受けたいということでご祈祷させていただいて、でじゃあ帰りますということで、今からですねもう東京日帰りで来たんですっておっしゃってました。そして今から京都駅に行って新幹線乗っても今東京に帰りますっておっしゃってたので、じゃあ気をつけてお帰りくださいね、お見送りしたんですね。そして帰っていかれまして、それから30分1時間ぐらいですかねしてから、この男性がですね慌てたように戻ってこられるんです。で、その様子っていうのが汗だくで、もう肩から息をもう切りながら、すいません三木住職、これお届けするの忘れてましたっておっしゃるんです。で、何ですか受け取りますと、どうやらお人形さんなんですね。で、お人形さんのセットのような。で、袋を開けさせていただきますと、それがなんとシルバニアファミリーだったんです。で、これ、なんで突然こんな走ってお届けくださったんですか。そう言いますと、いやこれだけは絶対渡さなくちゃいけないと思いまして、そうおっしゃるんですけども、そうですか、誰にですかみたいな話をそこでしてると、この男性が突然、あれよく考えたら私なんでこれも今こんな急いで持ってきたんですかね。逆にそう尋ねられるんで、いやちょっと私わからないですけどって言いますと、この男性が私もわからないですっておっしゃるんです。なんとなく京都駅でもう今から東京行きの新幹線に乗ろうとしたんですけども、いやダメ、このまま乗るんじゃなくって、シルバニアファミリーを買ってお寺に持っていかなくちゃいけないと、何か責任感に駆られて京都駅の近くで売ってるところを探して、見つけてわざわざ今届けに来たんですが、
なんでですかねって私におっしゃるんですけど、いや、私もちょっとわからないですけどって、そこでは実は、詳しいお話しなかったんですけども、でもなんか、座敷わらしさんがいるとかって話もあったんで、お供えしてくださいってお預かりしたんですね。そんなことがあったので、これ、もし覚えてられる方おられたら、またコメント欄にでも、書いていただいたら嬉しいなと思うんですけれども、実は、このお人形さんをいただいて、そうか。お父さんが人間の体を借りてですね、娘の、座敷わらしちゃんに届けてくださったんだなというふうに私には感じたんですね。で、今はまあお父様もね、実は一緒に暮らしていただくか、娘さんお父さんのところに行けばいいじゃないかというご意見があるかもしれませんが、おそらく親子の中でたまには会ってられるんだと思いますね。それでもやっぱり座敷わらしちゃんがこの世が好きでですね、いろんなものを見たり触ったりするのが好きで、未だ連休時にいたり私について回ったりしてくれてるんだなというふうに思うんですけれども、時として人間は突然にあれを買わなくっちゃ。なんとなく皆さんの中でも、今日なんとなく命日でも何でもないけれども、何か仏壇に手を合わそう。お墓に行きたいなと思ったりすることが突然あると思うんですね。それはもしかすると、霊界から私たちに何かメッセージがある日なのかもしれません。で、お墓が遠くて行けない場合もですね、もうその場でもいいので、部屋の中でもいいですから、手を合わせて亡き人のことを思って、供養していただければ嬉しいなというふうに思います。少しですね、座敷わらしちゃんの最近の様子もまた、配信したいなというふうに思いますが、これは少し昔の話でしたけれども、今も元気に連休時にいてくださってます。ただですね、決してですね、これを見たからといって、シルバニアファミリーを、たくさんお送りいただいたり、お持ちいただいてもちょっともう連休時も置く場所がなくなってきてますんで、控えめにしていただけた方がありがたいなというふうに思います。今も十分たくさん、持ってまして、そのおもちゃで遊んでくれてますので、あまりたくさんお送りいただかないようにしていただけたらありがたいなというふうに思います。ということで本日も怪談説法これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。